こんにちは、学びオタクです。今回はなんと学びオタクのチャンネル初の案件動画です。ご提供いただいたのは海外エアブラシメーカーガーレリのトリガータイプエアブラシ。このエアブラシを実際に使用しながら本音でレビューしていきます。案件を受けるにあたり本音でレビューしていいですかと確認したところ、メーカーさんからもちろんですとのお返事をいただきました。ということで忖度なしのガチレビューをお届けします。とはいえいきなり物やサービスそのものをレビューするのはなかなか難しいのです。人は比較するものがないとなかなか考えられない生き物です。なので今回は私が持っているタミヤやクレオスのエアブラシと比較をしながら私が感じたガーレリのエアブラシのメリットデメリットをお話していきたいと思います。まずは外観と作りをチェックしていきます。ガーレリのエアブラシはしっかりとした箱に入っていて高級感のあるパッケージです。梱包の高級感という点ではいい感じですね。ですが大事なのはエアブラシ本体の性能。早速私の手持ちのタミヤの 0.5mm 口径トリガータイプエアブラシと比較してみます。持ってみると本体の重み、トリガーの引き心地、この2点においてやはりタミヤの方が圧倒的に優れています。特にトリガーの引き心地についてはガーレリでは別途自分で潤滑油グリスを塗ることを推奨していますが、タミヤはもちろん出荷時点ですでにグリスがしっかり塗られています。ただガーレリの方はその分価格が安価なのでコスパ重視ならありかもしれません。気になる点1、うがい問題。皆さんはエアブラシを使用するのにうがいをしていますか？ガーレリのエアブラシで一番気になったのがノズルが固定されていない。これは国産のエアブラシにはなくかなり珍しい仕様です。ガーレリでは詰まりを発生しづらくする画期的な方法であり、これにより口径の変更も簡単にできるそうです。確かに。でも実際に使ってみるとある問題が出てきました。それはうがい洗浄がしづらい。私はエアブラシを使うにあたりこのうがいをかなり多用します。エアブラシの洗浄に欠かせないうがい、クリーナーで内部を洗浄する作業がノズルが固定されていないことでやりづらいんです。ガーレリのエアブラシでうがいをする場合、国産エアブラシと同様にここを緩めるとカップの塗料があふれるので噴射口を指で押さえる必要があります。国産エアブラシに慣れている方はちょっと慣れが必要ですね。では実際にタミヤとガーレリそれぞれのエアブラシのうがいの仕方の違いを見てみましょう。タミヤのエアブラシの場合、ここの部分を緩めるだけで簡単にうがい洗浄が可能。さらに塗料を攪拌するのにも使えて便利です。ガーレリのエアブラシの場合、ノズルが固定されていないので指やキッチンペーパーで噴射口を押さえる必要があります。もしくは付属のキャップを使うことが推奨されています。うがいするのにキャップをはめるというワンクッションが必要なので、これは正直うがいを多用される方には慣れが必要な仕様だなと感じました。とはいえノズルが固定されていないことでのメリットもあります。それは分解洗浄がしやすいことなので、ガーレリのエアブラシは詰まりが発生しづらいです。エアブラシが詰まる原因は使う人それぞれですが、私の場合エアブラシのトラブルはニードルパッキンに塗料が固まりニードルが動かなくなるケースがあることぐらい。ノズルが固定されないことで確かに詰まりの発生は低くなるかもですが、ニードルパッキンの方はどうなのかこの先使い続けてみなければ検証できなそうです。私は普段うがい洗浄だけで済ませる派なのであまり恩恵は感じませんが、毎回しっかり分解洗浄したい方やうがいを普段からしない方、エアブラシが詰まった時にどうしたらいいかわからない方にはこの仕様はかなり嬉しいのではないでしょうか。気になる点2、ノズル&ニードル交換の手間。ガーレリのエアブラシのもう一つのメリットは 0.5mm 口径から 0.38mm 口径へ変更可能なことです。これはノズルとニードルを交換するだけで対応可能なので1本で2本分の働きができます。しかしすでに私のようにエアブラシを2本以上持っている場合、これはむしろデメリットかもしれません。なぜならいちいちノズルとニードルを交換するのが面倒。ノズルが固定されていないので噴射口の部分を外すとニードルがむき出しになっています。ノズルを取り出す時には念のためピンセットがあった方がより安全だと思います。また 0.5mm と 0.38mm のノズル&ニードルの見分けがつきづらい。せめてそれぞれ専用の収納ケースが付属していればよかった。実際 0.5mm 用のニードルの収納ケースはあるのに
0.38 ミリ用のニードルケースがないので、収納やそれぞれの見分け方には工夫が必要です。エアブラシを1本で済ませたい方にはありですが、すでに2本以上持っているならワンタッチジョイントで切り替えた方が楽ですね。初めてエアブラシを購入してみたいが、まずはお手軽な値段のものから始めてみたいとか、1本で2本分の口径が使えるのは魅力的だと思われる方にはぴったりですね。気になる点3、ワンタッチジョイントが付属。でもガーレリのエアブラシにはワンタッチジョイントが付属しています。これは嬉しいが、受け側コンプレッサー接続用の部品がついていない。つまり使うには別売りの受け側ジョイントを買う必要があります。ちなみに私はクレオスのワンタッチジョイントを使用していますが、クレオスのものとは互換性がありませんでした。他にもタミヤやウェーブ、エアブラシワークスなどのワンタッチジョイントがありますが、ガーレリー曰く岩田やドイツ製エアブラシのハーダー&ステーンベックのものは互換性があるとのことでした。もし手元のジョイントが合わない、もしくは初めてのエアブラシなのであれば、ガーレリのジョイントを別途購入しないと使えないため、最初から受け側のジョイントもセットになっていればもっと親切だったのではないでしょうか。この点は惜しいですね。気になる点4、価格差。本当にお得なのか。タミヤのエアブラシと比べるのは酷じゃないと思う方もいるかもしれません。そこで2025年3月時点の Amazon での価格差をチェックしてみました。ガーレリはメーカー公式価格で約53ドルとかなり安価ですが、円安の影響もあり、日本国内の販売価格ではタミヤとの差があまりないように感じました。タミヤのエアブラシは定価 18,700 円、割引ありの場合もあり、ガーレリのエアブラシは定価 8,999 円です。定価で比較するとガーレリの方が圧倒的に安価ですが、タミヤのエアブラシは割引が適用されることも多く、価格差が縮まることがあります。つまり日本国内で現時点の価格だけを見て購入するなら、タミヤの方が安心感があるという方もいるかもしれません。とはいえ、今後円高になればガーレリの方がコストメリットが大きくなる可能性もあります。またタミヤのエアブラシに大きな値引きがなければ、ガーレリの方が圧倒的に安く感じるでしょう。とはいえ、価格だけでなくエアブラシの基本構造にも違いがあります。例えば普段から国産エアブラシを使っていて2本目を検討している方や、うがいを多用する方にとってはガーレリのノズルが固定されていない仕様がネックになるかもしれません。実際の塗装については、おそらく外見の見た目、構造から判断するに、塗装することについては国産エアブラシと遜色がない気がします。とはいえ、実際に塗装してみないとわからないですよね。この後、塗装の準備から塗装、片付けまでの一連の流れを実践してみましょう。まずは基本的な使い方から。今回使用する塗料はガイアの黒サフエボブラックです。これをガイアの薄め液で希釈していきます。基本的にはだいたい1対1の割合で希釈しますが、最終的に私個人的には塗料の粘度を見て調整しています。この希釈した塗料をそれぞれのエアブラシで塗装して、拭き心地や仕上がりを比較してみます。あと塗装する際には必ずマスクをつけましょう。私は防毒マスクを使用しているので、気になる方は概要欄に詳細を載せておきますね。まずはガーレリのエアブラシに塗料を入れていきます。次に塗料をしっかり攪拌するため、付属のキャップをつけてうがいをします。このうがいの仕方が特徴的で、噴射口を抑える必要があるんです。ただし付属のキャップを使えば左手が開くので、手が汚れる心配は少なくなりますね。やはり塗装自体には大きな問題はなく、正直なところ個人的には違いがよく分かりませんでした。皆さんのように腕に覚えがある方が見ると、もっと明確な違いが感じられるかもしれませんが、いかがでしょうか。もしここが違うというポイントがあれば、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。もしかしたら単に私の腕の問題かもしれませんね。次はタミヤのエアブラシです。先ほどと同じ希釈した塗料を入れて、塗料を攪拌するためにうがいをします。国産エアブラシのうがい方法は、ここを回すだけで簡単にできるのが特徴ですね。タミヤのエアブラシで同じ希釈の塗料を実際に塗装してみました。正直なところ違いがそんなにわからないですね。強いて言えばトリガーの引き心地が若干滑らかというくらいでしょうか。それぞれのエアブラシで塗装した違いもこちら。パッと見た感じでは大きな差はありません。仕上がりの微妙な違いはあるかもしれませんが、
実際にエアブラシ初心者の方が使う場合、どれほどの違いを感じるのかという点が気になりますね。では次に後片付けの違いを見ていきましょう。まずはガーレリのエアブラシから。ガイアのツールウォッシュをエアブラシに入れたら、付属のキャップをはめてうがい洗浄します。この時噴射口を付属のキャップやキッチンペーパーで軽く塞いでおく必要があります。付属のキャップを使えば、左手でカップの上から洗浄液が飛び出さないようにキッチンペーパーで押さえることができるので、洗浄時にはこのキャップがかなり重要になりますね。ガーレリのエアブラシはノズルが固定されていないので、洗浄時にしっかり押さえておかないと洗浄液が飛び散る可能性があるため注意が必要です。エアブラシの洗浄についてですが、私はうがいを3回から4回繰り返すことでエアブラシ内部が十分きれいに洗浄できると感じています。この方法を取り入れると洗浄がとても簡単で、もっとエアブラシを使ってみようと思えます。エアブラシの洗浄については諸説ありますが、私個人的にはこれで十分だと思いますし、実際にエアブラシの状態も良好に保たれています。次にタミヤのエアブラシの洗浄方法です。ガーレリとの違いは、ここを回すだけでうがいが可能です。塗料が飛び散らないように左手のキッチンペーパーで押さえてあげると良いかと思います。タミヤもうがいを3回から4回もすれば分解洗浄しなくともきれいになります。こちらがそれぞれのうがい洗浄後のエアブラシです。いかがでしょうか。ガーレリもタミヤも塗装そのものに関しては大きな違いはありません。しかしお手入れの際のうがい方法には大きな違いがありました。ということでガーレリのエアブラシのレビューはいかがでしたでしょうか。国産のエアブラシメーカーとお手入れ方法が大きく異なる点はありますが、実際にエアブラシを使った塗装の性能に関しては大きな違いは感じませんでした。特に塗装作業そのものには問題なくしっかりと仕上げることができました。そのためガーレリのエアブラシをおすすめしたい方は以下のような方々です。初めてのエアブラシに挑戦したい方、毎回しっかりと分解洗浄したい方、コストを抑えてエアブラシを導入したい方、このような方には非常に適していると思います。一方であまりおすすめできない方もいます。すでに国産エアブラシを持っていて2つ目の購入を検討している方、うがいを頻繁に行う方、高級感を重視される方、特にうがいの方法には顕著な違いがあるため、両方のエアブラシを使い分ける場合、うがいの仕方に混乱が生じてしまうことが多くなりがちです。ですのでこの点を気にされる方には少し不便を感じるかもしれません。ということで学びオタク初めての案件でありエアブラシのガチレビューでしたが、いかがでしたでしょうか。それぞれのエアブラシについては概要欄にてリンクを貼っておきますのでご確認ください。もし参考になったよとか私のプラモデルの上達ぶりを見届けてくれる方は、今後も制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定もよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。